全開です。張り込んでくる音は少ないです。これはもうその辺のね B セグコンパクトとは比較にならないです。ノートオーラの E パワー、ハイブリッドシステムの加速感、減速感、燃費、静粛性など取り上げていきます。動画は加速時の印象から始まって燃費の話題へと続きます。加速時の質感に大きな魅力を感じるオーラ、話したいこといっぱいでしたので前編後編と2部構成です。ここでちょっと踏んでみます。今50キロ、ここから踏みますね。全開です。やっぱりこのオーラ、このピックアップがね早いですよね。その後伸びる感じしないんですけれども、最初の一踏みでね、80キロぐらいいっちゃうので、本編に先立ちまして、ここでちょっとね速度超えちゃった。ここでちょっとね踏んだ時の話ですとか、加速力、それから加速の姿勢とかね、そういった部分をねちょっと触れさせてください。でね、もう本当もうこのオーラ、あっちもこっちもねいいところばっかりで、ベタ褒めみたいになっちゃってます。別の動画含めてですね。でもね、それだとあれなんで、ちょっとね難癖にも近いようななんでしょう、厳しい部分もね少し触れていきたいなと思います。まずね触れたいのは加速感がねすごくいいです。ペダルの操作は細かい操作に反応してくれます。それで例えば同じ全開にするにしても 0.5 秒で全開にするのと1秒かけてじわっと全開にするのでね、挙動変わってきたりして、そういうのもね忠実に答えてくれます。離す時もそうですね。ワンペダルなのでスッと抜いちゃうとね、いきなり前転しちゃうと結構それなりのブレーキかかるんですね。減速するんですね。でそこも、例えば残り 3% 残してアクセルペダルを緩める、そういった乗り方で滑らかさが出てきたりですとか、なんかそういう楽しさありますね。ドライバーによる差とも言えますし、運転こうしたらもっといいんだよねって、きっとねこれ購入されたらどんどんとね車と話しながら車に慣れて運転をね上達していく、そういう楽しみが味わえるんじゃないでしょうか。全開にしてもねフロント伸び気にならないんですね。今も踏んでみるとちょっと全開踏みますね。今全開ですけれども、特にねフロント伸びとか気にならずに、踏みたい速度で踏むだけアクセルを踏む。ごめんなさい、ちょっとねもう次で今日降りますねごめんなさい、ちょっと自分たちね予算少ないものでね、踏みたきゃ踏めばいい。でカタログ上ですとね、そのオーラの方がパワーが高いです。なので早いことは早いんですけれどもね、100キロぐらいで踏んだ時にそこは差が出ます。で速度低い時はねフロントをクッとね上げていく角ノートの方がね速さを感じるかもしれないです。体感的な部分なんでね、体感的にはオーラの方がねやっぱフロントというか車全体が安定してますね。サスペンション硬いメリットとしてはねそこが挙げられます。あとね、今日自分たち7時間8時間乗っているんですけれども、車あれです、降りた後にふわふわ感が残らなくていいすっきりしたねところがあります。ということでね、じゃあこのパワートレインの部分で気になる部分、一つはねエンジンかかった時の音です。まずね振動は少ないです。伝わってくる振動が少ないって言った方がいいかな。なのでそのね3気筒ネガティブ、振動が嫌だっていう方にはこれならいいんじゃないかなみたいなね。料金は250円すいません、250円間だけですね。あれですよね、その振動はあれなので、イヤリスとかの3気筒と比較したら振動少なくていいエンジンだねと。でも逆にね10年前270万円とかですと6気筒とかも買えましたから、そのクラスから乗り換えたらねやっぱり3気筒らしさあります。それからですね、全開加速中とかアクセル回路が高い時の、エンジンは速度の上昇に比例してね回転数をブオーって上げていきます。
逆にですね、こうやって走ってる時にエンジンかかりますと、少しのね速度変化でも同じ回転数で回ろうとするんですね。っていうか回るんですね。でやっぱりそれはねちょっと不快感に感じなくもないかな。やっぱりボーっとした音はしょうがないんですけど、そういった音なので、加速中のエンジンは気にならず、でも巡航中にエンジンかかった時は一定回転数なので気になる時もある。そのくらいの感覚です。でね、あとごめんなさい、アクセル踏んだ瞬間の素晴らしさ、これね E パワーで自分一番のポイントはねここじゃないかと思います。燃費はね確かに狙ったほど伸びなかったりしてるので、伸ばすの難しかったりもするのであれなんですけれども、トヨタの THS それからホンダの EHEV そのあたりと比較して一番このノートがね踏んだ時の感覚は優れているんじゃないかと。でそう思うところなんですけれども、アクセルを大きく開けてもね2段階的に加速しないです。例えばアクセル踏むと一般的、他のはまずバッテリーの力で加速を始めて、そこにエンジンの力なりエンジンが発電した電気なりが乗ってきて、ちょっと2段階的にパワーを増すんですね。ブークーって感じで加速を始めます。でそれが速かったり遅かったりっていう、程度の大小はあるんですけれども、ちょっとターボ車的です。でこの E パワーは踏むとねそれがないです。もうさっきからね撮っている前回のシーン、みんなもうねぐーっとこう滑らかに速度を乗っけてってくれます。これがね何でしょう、ちょっと車格違って申し訳ないんですけれども、S600 って 5500cc のターボとかだったかな、12気筒です。全然ね力強さは違いますよ。もうそういうところじゃなくて、そのじわぐーんと出る感覚がね、なんか自分ちょっとそういった部分、もしくは電気自動車的に一番近いのもねこの E パワー、その言い方の方が的確かな。そんな感じでね、ごめんなさい、もう勝手に話してて勝手にテンション上がっちゃってるっていうね、もう親バカじゃないですけど、アフらしさ、そういったねこの E パワーの良さ、ドライバーによっては気になるかもしれない点言っています。まずワンペダルの減速、ワンペダルで減速力強いですから、いきなりの戻しちゃうとね、これ同乗者にはちょっときついぐらいのクッという感覚があります。自分もこれ同乗して初めて分かりました。でね、なので例えばね 5% 残すところまでアクセルを緩めて、ある程度減速したらじわっと最後抜くとかね、右足一本で緩める方向でブレーキペダルをじわっと踏むような操作をした方がいい。これをしないとちょっと滑らかさを欠くっていうのをね感じました。それからですね、もう一つ、ちょっとね今度は話飛んでハンドルに関する部分なんですけれども、オーラねこれノートと比較して、そのノートと比較して結構ねシャープ反応が良くなってたり、その動作に対してね反応の速くなるポイントを感じられます。これがですね、こうやってこのぐらい拳1個ぐらいで曲がるところは穏やかで、すごい利き穏やかです。で拳2個ぐらい切ったところからなんでしょう、可変レシオステアリングのようにね、なんか一瞬こうクッとねこう利きが強くなるポイントがありまして、そこを使わないで走るか、そこを滑らかにこうね、なんかこうドライバーがうまくしてあげると同乗者も快適で、しないと逆にこうクッとね唐突なところを感じなくもないので、そうですね、その辺がね、もうほんとないものねだりというか、車いいから言い過ぎたくなる、もっと望みたくなるみたいなポイントでした。ワンペダルで減速して時速10キロぐらいになったら、ブレーキペダルにそーっと足を乗せます。あとはそのまま停止するだけで滑らかに停止してくれます。完全に停止したらグッと踏み込むとブレーキのオートホールドが作動します。オーラの燃費を見てきます。今日のお題はドライバー2人が運転してその平均でどのくらいになるのかというのをね見てみたいと思います。と申しますのもノートもそうですし、このオーラもそうですし、細かいね操作に車がよく反応してくれます。
でいろんな操作方法に応えてくれる、そうして良さがある反面、その燃費に関してはね、ドライバーとか運転方法によってその差が出やすいというのをね、感じています。なので今日は、コースを一周、半々で走ってその平均をね見てみます。で条件としましては、今日は大人2人が乗っていて、エアコンは AC オンで暖房の方向で風が出ています。で自分ね、今日はリアシートからのスタートです。現在、13、14キロほど走ってきまして、燃費は30キロが出ています。で自分リアシートにいるので、ちょっとここでね、リアシートについて、リアシートの快適性とかで感じた点を述べさせてください。まずね、スペースなんですけれども、スペースはね、もうノート、ごめんなさい、オーラ、これね、もう皆様言われている通り、そんなにね、広いとかはないです。普通の B セグコンパクトといった感じです。で、あと開放感はね、横はいいです。後ろがね、クーペ風に絞られてないので、横大きくね、まだ開いてます。で、前は、この大きなシート、フロントシートね、立派なんですよね。なのでちょっとこれが大きくて、前の視界はね、少し気になります。ちょっと圧迫感っていうのかな。で、シートとシートのね、間から前を見ていると、前見えるんですけれども、ルームミラーにね、自分の顔映っちゃいますから、ドライバーの方にちょっとね、気を使わしちゃう可能性があるのかなと。ドライバーがね、嫌って言ったらどけばいいんですけれどもね。可能だったら前のシートを見てる方がドライバーにこう、気遣いができるみたいな感じです。それからですね、乗り心地です。今ちょうどね、石畳の上のあたりを走ってるんですけれども、こういったとこ走って感じるのは、結構硬めです。それでどんな硬さかというと、あれでそうですね、足が、サスペンションが動いてるのがコツコツと伝わってきて、動いてる感じが伝わってくる。そのようなね、乗り心地です。しっとりとかではないです。動いてる感じはするけど、コツとしている。そういったようなね、乗り心地です。で、静粛性はね、いいです。まず、この車ね、フロントシート静かなんですけれども、エンジンはね、ちょっと気になります。エンジンかかった時に、気になる点もあるので、で、リアシートにいるとね、それが気にならないです。この立派なフロントシートが音を吸収してくれるというのもあるんでしょうし、距離も離れてますからね。で、ですね、それ以外の音で言いますと、リアからのね、回り込んでくる音は少ないです。これはもうその辺のね、B セグコンパクトとは比較にならないですね。それから同様に、下回り、フロアから、入ってくる音、この辺も少ないので、例えばタイヤの音がゴーゴーじゃなくてね、サーサーとした音で、その音の聞こえ方は、ちょっと高級車に似ています。一クラス上の C セグメントの中でも、意外といい方の車のね、C セグメントの静粛性、そのような印象を受けています。で、まとめますと、静粛性、フロントシートよりはね、あれなんですけれども、音圧レベルの変化とか、入力レベル、音量レベルの変化が少ないので、なんだかんだでね、リアシートの方が印象いいかもしれないぐらいのね、ところがあります。で、あと、それ以外の部分ですね。で、今日乗っているのはオーラの G です。で、このグレードですと、アームレストがね、ないんですよね。センターのアームレストです。で、これは、レザーパッケージをつけると、アームレストついてくるそうなんですけれども、これね、ちょっと残念ですね。なので、カップホルダーはドアポケットのところだけとなります。このあたりがね、そんなにリアシート重視されていないというのがね、伝わってきますね。それからね、シートは座面はいいです。座面はってもう言っちゃいました。座面ね、あれです。クッション性が高いと言いますか、表面のね、ちょっと柔らかい素材と、その先の、低反発ウレタンみたいな感じでしっとりした部分、これが組み合わされていて、ちょっとお尻を包み込んでくれるようなね。そんなに沈まなくて固めな方なので、包み込んでくれるは言い過ぎかもしれませんけれども、体重60キロちょっとの自分で、沈み込んでお尻ね、ふにゅっとした感じをね、気持ちよさを感じられます。で、背もたれですね。背もたれが、ちょっと硬さを感じます。やっぱりこれも欧州車みたいな硬さじゃないんですけれども、
ちょっと自分の体重だと硬いですかね。なので、長時間座っていると、10分に1回ぐらい座り直したくなるようなね、そういったところがあります。で、今ね、低速走行のところをぐるぐるしていたら、燃費は33キロまでね、来ています。これ速度低いからね、当然なんですけれども。じゃあ、これでね、折り返し地点に行ってドライバー借りたいと思います。折り返し地点に到着です。では、ただいまの燃費はいかがでしたでしょうか？ただいまの燃費は 20.5 キロ走りまして27キロでした。はい、ありがとうございました。燃費27キロということです。じゃあ、これで、ドライバー変わって準備して、次は私、ヒラリー男爵が運転して帰りたいと思います。すいません、ここからの後半は別動画になります。動画長くなっちゃったのと、加速中の質感や穏やかな姿勢変化に関する話、これは燃費見ながらですと難しいので、前半後半に分けた次第でございます。後半もぜひご覧いただきたく思いますし、できましたらチャンネル登録等で応援していただけますと、充実した企画が可能になってまいります。今はお恥ずかしの高速250円区間、そんな身分でございますので、何卒どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。